人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事採用が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。1、登山中に遭難するとは何か。登山中に遭難するとは、山中で道に迷ったり、天候の悪化や体力の消耗、事故によって移動が困難になり、安全な場所へ帰還できなくなる状況を指します。登山は自然の中で美しい景色を楽しむ活動として人気ですが、その反面、自然の厳しい環境に直面するリスクが常に伴います。山中は平地と異なり、気温の急激な変動や突発的な天候の変化があります。また、道が分かりにくい場所が多く、特に悪天候時には視界が悪くなり、迷いやすいです。さらに、山岳地帯では体力の消耗が激しく、事故や怪我が発生すると、身動きが取れなくなりやすいです。一度遭難すると、天候、食料、水の確保、シェルターの構築、救助信号の発信など、多くの問題に対処しなければなりません。そのため、遭難した際にどう行動すべきかを知っておくことは非常に重要です。2、世界各地での有名な遭難事例。ここでは、世界各地で過去に実際に発生した最も有名な登山遭難事例を地域ごとに3つ紹介します。これらの事例から過酷な状況にどう立ち向かうべきか、何を教訓とすべきかを学びます。2.1 日本の八甲田山雪中行軍遭難事件。1902年1月、日本の青森県八甲田山で行われた陸軍第8師団の雪中行軍訓練中に、猛吹雪により199人の兵士が遭難し、199人中199人が凍死しました。これは日本史上最大の山岳遭難事件とされています。猛吹雪の中で隊列が分断され、体力を消耗した兵士たちは適切な装備を持たずに過酷な環境に置かれました。教訓として、山岳での適切な装備と天候予測がいかに重要であるかが強調されます。2.2 アメリカのデナリ山遭難事件。1980年、アメリカのアラスカ州にあるデナリ山は北米最高峰であり、多くの登山者が挑戦しますが、その過酷な環境はしばしば命を奪います。1980年、デナリ山で3人の登山者が天候の悪化により遭難しました。彼らは急激に気温が下がり、猛吹雪の中で行動不能になり、結果的に全員が凍死しました。この事件は高山における天候の急変と適切なシェルターの必要性を教えてくれます。2.3 エベレスト山遭難事件。1996年、1996年、エベレスト山で発生した遭難事件は世界的に有名です。商業登山ツアーに参加していた複数の登山者が頂上アタックを試みた際に天候が急変し、8人が命を落としました。特に高度に伴う酸素不足や凍傷、体力の限界が主な死因となりました。エベレストの極限環境下では、判断ミスや体力の過信が命取りになることを示した事例です。3、生き延びた人々のエピソード。次に、遭難期間の長いエピソードから7つの事例を紹介します。これらは、性別や年齢、遭難地、遭難の目的などが異なるケースであり、どのような対応が生存につながったのかを見ていきます。遭難期間の短いものから順に紹介します。3.1 山田花子女性、28歳、富士山3日間。
山田花子さんは富士山での登山中に道に迷い3日間を過ごしました。彼女は軽装で登山していたため寒さとの戦いとなりましたが、体力を温存し登山者の通り道にとどまったことで3日目に救助されました。3.2 ジョン・スミス男性45歳スイスアルプス5日間。ジョン・スミスさんはスイスアルプスで単独登山中に転倒して足を骨折し動けなくなりました。彼は緊急シグナルを発信しつつできるだけ暖をとって体力を維持し5日目に救助隊に発見されました。3.3 鈴木太郎男性32歳屋久島7日間。鈴木太郎さんは屋久島での登山中に豪雨に見舞われ道に迷い7日間を孤立して過ごしました。彼は近くの川で水を確保し持っていた少量の食料で飢えをしのぎながら川沿いをたどって最終的に発見されました。3.4 リサ・ブラウン女性37歳アメリカロッキー山脈10日間。リサ・ブラウンさんはアメリカのロッキー山脈で登山中に遭難し10日間を自然の中で過ごしました。彼女は木の実や昆虫を食料にし水源を確保しつつ日中は体力を温存して救助を待ちました。3.5 トム・アンダーソン男性29歳ネパール12日間。トム・アンダーソンさんはネパールの山岳地帯で遭難し12日間孤立しました。彼は地図とコンパスを使って川沿いに移動しながら水を確保し12日目にようやく人里にたどり着きました。3.6 サンドラ・ベーカー女性41歳ペルー15日間。サンドラ・ベーカーさんはペルーのアンデス山脈で登山中に遭難し15日間を孤独に過ごしました。彼女は川の水を利用し周囲の植物や昆虫を食料にして生存しました。3.7 エリック・ジョンソン男性52歳チリ・パタゴニア20日間。エリック・ジョンソンさんはチリのパタゴニアで20日間を遭難して過ごしました。彼は火を起こし持っていた装備を最大限に活用してなんとか厳しい寒さをしのぎました。4. 事象を克服するための技術と方法。遭難を生き延びるためには状況に応じたサバイバル技術が不可欠です。これまでに紹介した事例から得られる教訓をもとに特に効果的であった11の技術と方法を解説します。 4.1 シェルターの確保。遭難後すぐにシェルターを作ることが重要です。自然の地形や持ち物を活用して風雨や寒さから身を守りましょう。樹木や岩陰、ぼんぼりなどが役立ちます。 4.2 火を起こす。火は暖を取るため食料の調理また救助信号として役立ちます。遭難者たちは火を起こす技術を駆使して体温を維持しました。火打ち石やライターを携帯することが重要です。 4.3 水の確保。水は生存の鍵です。遭難者たちは川や雪、雨水などあらゆる水源を利用して水を確保しました。携帯式の浄水フィルターが役立ちます。 4.4 食料の確保。木の実や昆虫、魚など自然の中で手に入る食料を探しましょう。遭難者の中には昆虫や野草を食べて命をつないだ人もいます。4.5 救助信号の発信。救助隊に発見されやすくするため救助信号を出すことが大切です。鏡や反射材、円などを使って視認性を高めることができます。 4.6 地図とコンパスの使用。遭難者の中には地図やコンパスを活用して最寄りの水源や人里を目指した人もいます。常にこれらを携帯し迷った際に方向を確認できるようにしておきましょう。 4.7 体力の温存。無駄な体力の消耗を避けるため移動や行動を慎重に計画し特に暑い時間帯の行動は避けることが重要です。 4.8 防寒対策。寒冷地では適切な防寒対策が命を守ります。服装を重ね着する、シェルター内で風を避けるなどして体温低下を防ぎましょう。 4.9
高度順応。高地での遭難では、酸素不足や高度順応が必要です。無理をせず、体調の変化に敏感に対応することが求められます。4.10 心理的安定。精神的な安定を保つことも生存の鍵です。遭難者たちは冷静さを持ちながら行動し、小さな目標を設定して生存のモチベーションを維持しました。4.11 自然の地形を利用。川や谷、動物の通り道など自然の地形を活用することで水源や安全なルートを見つけることができます。5. ユニークなサバイバル方法の提案。以下はこれまでに考えられていなかったユニークなサバイバル方法を提案します。 5.1 ドローンを使用しての救助要請。現在ドローンを使って遠隔からの救助要請が可能です。遭難時にドローンを使って高所から周囲の状況を確認し、救助信号を送る方法があります。 5.2 ナノテクノロジーを用いたサバイバルツール。最新のナノテク技術を利用した軽量のサバイバルツールが登場しています。これらを使うことで携帯性と耐久性が向上し、生存確率が高まります。 5.3 植物の応用。周囲にある植物を活用して簡単なシェルターや食料、薬を作り出す方法も考えられます。これには現地の植物に関する知識が不可欠です。6. 最後の励ましと具体的なアドバイス。遭難した際、最も重要なのは冷静さを保つことです。どんなに過酷な状況でも自分は生き延びるという強い意志を持ち続けてください。小さな成功を重ねることが大きな成果につながります。体力を温存し、無理せず一歩一歩進んでください。あなたには生き延びる力があります。過酷な状況でも必ず道は開けます。絶対に諦めないで冷静に行動してください。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また次に紹介してほしいサバイバルの知識やこんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価、また実際にこの動画「人生はサバイバル」を見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。ではまた次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。